はい、どうもちゃん。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。マナガツオってことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、マナガツオ。っていうことでね、前からこれやりたいと思ってた魚なんですよ。で、これ、形が、水族館の人気者にちょっと似てないですか？そう。マンボウそっくりなんですよ。でもマンボウとは全く別の魚です。かといって、これカツオってつきますけど、カツオともまた違うんですね。じゃあなんでこんなね、カツオって名前がつくのかっていうのを調べました。そしたら漢字でマネガツオって意味で、カツオのいない瀬戸内海なので、カツオが取れないので、初夏に取れるこの本種、マナガツオをカツオに見立てたというところから、マネガツオからマネガツオ、マネガツオ、マナガツオとこう変化してって、マナガツオっていう名前になったらしいですね。ためになったね、これ。その他にはね、マナ、もう実に美味しい魚、マナガツオっていう由来がついたっていう説だとか、まあいろいろありますわ。で、こちらのマナガツオ、めちゃくちゃ美味しいんですよ。何が一番美味しいかと言いますと、最強焼きにするのが一番うまいんですよ。サワラをも凌駕する。値段もめちゃめちゃ高いです。そのぐらいマナガツオの最強焼きは超高級品。お刺身ももちろん美味しいんだけどね。なので、今日はこちらの大きなマナガツオを使って最強焼きを作っていきたいと思います。片身最強焼きで、片身塩焼きで普通に食べてもいいかな。そしたら、まずは、さばいていきます。上と下についてるヒレ。これ邪魔くさいので落とします。で、このマナガツオ、びっくりするぐらい骨が柔らかいんですよ。簡単に落ちますよ。いきますよ。ほら。いきますよ。せーの。よいしょ。はい、こんな感じ。そしたら、このヒレも落とします。ヒレも柔らけんだ、これがまた。はい、こんな感じに。なんか可愛くなりました。そうしたら、細かい鱗がついてるんですよ。これ簡単に取れるんで、包丁の先を使って、ザッ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 と落としていきます。もう簡単に落ちるんですよ。めちゃめちゃ気持ちいい。ほら、どんどん綺麗になっていく。そしたらこっち側も同じように落としていきます。はい、取れました。そしたら一度洗います。はい、そしたら次は頭を落としていきます。頭の骨もね、めちゃめちゃ柔らかいんで、スパッと落ちます。いきますよ。はい、見て、この油。テカテカ。この頭なんですけど、めちゃくちゃ柔らかいの。いきますよ。ほら。ほらもうね、びっくりするぐらい柔らかいの。すごいでしょ？包丁が切れるとかじゃないよ。魚の頭でね、こんだけスパスパ切れる頭はそんなない。はい、そうしましたら内臓を取り出していきます。内臓はね、手で抜いちゃいます。よいしょ。で、血合いも一緒に取れました。こんな感じですね。そしたら3枚におろしていきます。ちょっとね、薄っぺらいんで、難しいですけどね。容量は一緒です。まずは下側に入れてって、で、骨がね、ほんとマジで柔らかいんで、骨に沿ってる感覚がないんで、もうほぼ包丁まっすぐ入れてください。こんな感じですね。これすげえめちゃくちゃいいマナガツオだよ、これ。油バリバリ。高かったもんな。よし。そうしたら、尻尾から入れて、さっと。はい。やべえ、これ見て。もう真っ白。ギトギト。これ刺身でもうまいだろうな。で、こっち側も同じ要領でおろしていきます。ゆっくりゆっくり。はい、このように3枚におろせました。そしたら腹骨を透き取っていきます。はい、こんな感じ。で、こっち側も腹骨を透き取ります。はい、このように腹骨が透き取れました。そしたらじゃあこっち側を最強焼きにします。ちょっと1枚でこのままじゃ大きいので、3等分ぐらいにしようかな。ちょっとね、こっち側は俺刺身で食べたいんで、刺身で食べます。で、西京焼きはね、味噌に2日か3日つけないとダメなんで、ちょっとそうするとさすがに身悪くなっちゃうんで、刺身だけ今からちょっと食べます。どうしてもこれだけ食べたい。こんないいマナガツオめったに入んないですからね。でマナガツオの皮すごく引きにくいんですよ、これ。めちゃめちゃ難しいの。いきます。本当にもうちょっと間違うとね、切れちゃうんですよ。タチウオみたいな感じ。よし。
で、こっち側は塩焼きにします。さあ、お味はいかに？ちょっと分厚く切ったタイプと、薄く切ったタイプ。で、醤油をかけて、薄い方からいただきます。うまっ。すごいな、これ。下べらにね、旨味のある油がプワーってコーティングされますね。そしたら塩焼き用は水気を取ってペーパーにくるんで保管しておきます。で、西京焼きの切り身の方もしっかりと水気を取ります。はい、そしたら漬け込む西京味噌を作っていきます。バットに白味噌。で、そこに日本酒。この量に対して、そうですね、大さじ2から3ぐらいですね。で、そこにみりん、三河みりん、いいみりん使います。これ大さじ4ぐらいいきます。そしたらこちらかき混ぜていきます。白味噌とみりんと酒。これしっかり混ぜ合わせていきます。はい、そしたらこのように西京味噌ができました。そしたら次に漬け込みの工程ですね。まず、バットに先ほど作った西京味噌。これ半分を引いていきます。下と上でプレスするんで、もう半分残しておいてください。これを薄く塗っていきます。はい、このように引けましたら、そこにこちら布を引いていきます。この布の説明は後でしますね。で、軽くこういう風に押していきます。で、そこにマナガツオを並べていきます。で、さらにその上からまたガーゼをかぶして、そこの上に西京味噌を塗っていきます。なんでこういう風にガーゼの上からこういう風にやるかと言いますと、西京焼きっていうのはこの西京味噌の風味だけを身に移したいんですよ。味噌がついちゃうと、どうしても焼き上げた時に味噌の部分だけが先に焦げて見栄えが悪くなっちゃうんですよね。だからこういう風にガーゼでガードしてあげることによって、身に味噌はつけずに、でも西京味噌の香りだけ身につけることができるんですよ。はい、そしたらこちらにラップをして冷蔵庫で2日から1週間ほど寝かしていきます。そしたら2日から1週間後に移動。というわけで、1週間経過しました。1週間経過したものがこちらですね。で、この身も1週間経過してるんですけど、これかなり状態がいいんですよね。これ塩焼きにして食べるって言ったんですけど、これお刺身でいこうかなと思います。お刺身はちょっとでいいです。今日変な魚おじさんも来るんで、こんだけは変な魚おじさんにあげたいと思います。こういう脂の多い魚はね、コロッと切るより、こう、そぎ切りにして食べた方が僕は好き。気分によりますけどね。今日はこういう薄く切って食べたい気分なんで、薄く切っていきます。お刺身の完成。そうしましたらこちらですね。西京焼き。ガーゼを取っていきます。前も言いましたけど、ガーゼをしとくと、味噌がね、ついてないんですよ。身に。うわー、うまそう。で、これ、水気を取っていきます。はい、こんな感じですね。で、今日はこちらのマナガツオ。せっかくなんで、炭火で焼いていきたいと思います。この真ん中の一番いいところを焼いていきます。よいしょ。で、今日はね、この固形燃料があるんで、これを下に置いて、で、ここに火をつけて、で、この上に炭を置いていきます。よし、これで放置したいと思います。はい。で、このように炭が炊けましたら、ここに台をセットします。そしたら今日は網で焼くんではなくて、串を打ちました。網で焼くとね、皮がベロンって剥がれそうなんで、で、これをセットします。で、遠火でじっくりと焼いていきます。はい、じゃあ完成。いただきます。
よっしゃ、食べていこう。やべえ、めちゃくちゃうまそう。早く食べたい。中まで焼けてるかな？あ、中までしっかりと火が通ってますね。それじゃこちら、いただきます。うまっ！ちゃんと味噌の風味が身に移ってる。身はふわっふわでうまい。これは白米が合う。うわうめえ。うめえしか出てこん。やば。こっちのお腹の方いただきます。で、この皮目のところもね、もう最高に美味しいですね。それでしっかり炭の風味が移ってて、香りが素晴らしい。そしたら次こちら、マナガツオのお刺身ですね。わさびを、ちょっとつけて、1週間も置いてたんですけど、こんなに真っ白。いい感じに熟成できてます。醤油にちょっとつけて、いただきます。うまいなぁ。なんて言うんだろうな。本当に油はめちゃくちゃ乗ってるんですけど、一切くどくないんですよね。ぜひこのマナガツオの刺身は皆さん食べてみてほしい。はい、ということで今日はこちらのマナガツオの西京焼きとお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーので、ゲロのやつ。早く飲みたい。早く飲みたい。はい、こちら、7対3ですね。いただきます。実に美味しい。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はマナガツオ西京焼きとお刺身にして食べてみましたけども、とにかく美味しい魚でした。脂がこうねっとりとして甘いんですよね。最近ね、魚の値段動画の最後に言ってなかったんで、魚の値段言ってくスタイル復活していこうかなと思います。今日のマナガツオは5000円でした。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。